皆さんこんにちは、桜井の水田です。今日は、牛肉を使った昆布締めをやります。普段お店でやっている料理なんですけれども、お店で料理人の方がお店で作るのは、お店の器具があるんでできるんですけど、今日は家庭でも頑張ったら作れるような感じの、昆布締めを作っていきますので、よろしくお願いします。まず牛肉なんですけれども、これ三角バラを今日は使います。でそれをですね、昆布で挟みます。お酒ですね。お酒をかけまして、しっかりとお酒に浸かるような状態で昆布を湿らせます。これちょっとしっかりめにお酒をかけてください。しっかりとかけて、でこれをですね、お肉挟みます。こういう状態でお肉を挟みます。でこのチャックのついた袋ですね、これを使いますので、この中にこの挟んだお肉を入れます。お店でしたらここで真空調理器を使って真空にしたりとかできるんですけど、家だとそこまでできないので、こういうチャック付きの袋ですね、入れて、でストローをちょっと差し込みます。でストローがギリギリ入るぐらいの隙間を開けといて、吸い出します。でこうするとしっかりと真空に近い状態になりますので、こうやってパチッと挟んでる状態ですね。でこれをこのまま主換気に入れます。今だいたいお湯の温度が60度ぐらいですかね。このまま入れていただいて、はい、もうちょい上がると思いますね。今お肉入れたんでちょうどね60度ぐらいなんです。今の温度が主換気でおかんをつけるぐらいですね。で店だとスチームコンベクションで58度に設定します。はい、だいたい60度から61、2度まで上がらないぐらいですね。でこの状態でしっかり浸かるようにつけてあげます。もうちょい空気入れてきます。乗るぐらいの、軽い重しをして、でこのまま沈めておきます。この状態で、約90分置きます。そうすると肉の中心までの温度がだいたい60度弱ぐらいの温度になりますので、肉のタンパク質が固まる温度がだいたい55度から58度ぐらいの間ですから、この状態でやると後で分かるんですけど、生のような状態で完全に火の通ったお肉になりますので、お肉のね焼くとか全くの生じゃなくて、もうちょっと新しい食感とか味が出ますので、これはまた後でお見せします。はい、では90分経ちました。お湯から引き出します。こういう状態で。で主換気今使ってますけど、主換気がない家庭のが多いと思いますから、そういう時は家庭の炊飯器の保温にしておいて、そこにお湯を張って、でちょっと温度測っていただいて、約65度から70度ぐらいの間になると思いますんで、その温度でも全然大丈夫です。家庭でやるんでしたら、その温度で同じ状態にして入れていただいて、で90分保温の状態でしていただいたらちょうどいい感じに火が通りますんで、炊飯器でも代用ができます。でお肉取り出します。でこの昆布を剥がします。
した昆布を今度鍋に入れます。でこれを炊きます。でこれを火にかけまして、全部汁気がなくなるまで煮詰めていって、その後に最後にポン酢を入れて、で炊き上げます。完全に汁がなくなるまで炊いていきます。最初の煮汁ほとんど煮詰めてからポン酢を足して、でさらに煮詰めた状態ですね。もうほとんど汁気がなくなってる状態で、昆布に残った汁をかけながら弱火で煮詰めていきます。昆布が柔らかくなって完全に汁気がなくなるまでやります。でこれでもし、ちょっと触ってみて昆布が硬いようでしたら、さらに水足してもう一回煮詰めていただいても大丈夫です。で完全に煮詰めてからバットに広げて冷まします。こんな状態ですね。完全に汁がなくなって、で昆布が柔らかくなっている状態です。こういう状態にします。お粥ですねを作って、ほとんど汁気がちょっと残ってるぐらいまで炊きます。それをこういう裏ごしでこしていきます。このお米でとろみつけますんで、立て酢を仕込んだりする時もこういうお粥を裏ごしたもんですね。で昔はなんか汁物でもこういうお粥を使ってとろみつけたりとか、おねば仕立てっていうんですけど、そういう仕事もあります。今日はそのネギをすり鉢で吸って、でそれのソースのつなぎですよねにします。こういう感じで、これをこうですね。こういう感じで。こういう状態です。裏ごしたおかゆですね。それでは、ネギですね。一回刻んでおきます。刻んだネギをすり鉢でこうすっていきます。青ネギ不思議なんですけど、こうすり鉢でするとニンニクのような香りがするんですね。だからお肉と非常に相性がいいんで、ちょっとこういう香りだけの、色合いも綺麗ですし、香りとしてのソースですよね、これが。でここにお粥を入れます。でさらにもうちょっとですね。
感じですりつぶしまして、で、これ裏ごしてソースいきます。で、これを裏ごします。これすり鉢が家になかったら、なんていうんですか、フードプロセッサーというか、ね、なんか、今いろいろ出てますからね。そういう機械使って、おかゆとこう、一緒に合わせて、潰していただいて、で、家だったらもうそのままでも十分です。こんなこす必要ないです。お店なんでこういうこしたりしますけど、別にこさなくて、そのまんま綺麗に潰れた状態でソースにもなります。この状態になると、こういう感じですね。こういう感じの綺麗な緑色のソースになりますね。こういう状態ですね。これがソースになります。これを使います。で、お肉をカットしていきます。完全に火が通ってるんですよね。生のように見えるんですけど、完全に火が通った状態になっております。こういう感じですね。あんまりこういう状態で食べることないと思うんで、サシの入ったお肉をこういう生に近い状態で食べるってあんまりないですし、ユッケみたいにするんだったら赤身ですし、霜降り状態で、この油の甘さっていうんですかね、すごくしつこくなく甘く感じられるんで、ネギのソース、これも普通にこう、引き上げていただいて、で、香りですね、おじその花を。こういう状態で添えます。で、出来上がりです。出来たてはね、そんなに、ちょっと火の入ったような色なんですけど、置けば置くほどこう赤くなるんで、生っぽいんですけど、もう完全に火が通ってます。で、昆布は、他のお店では昆布を普通の魚の昆布にするみたいに締める店あるんですけど、加熱しないと昆布のなんですか、溶土香みたいな、こう、海藻の香りがついてしまうんですよ。で、それが肉と合わないんで、昆布出し取る時の抽出温度が大体60度なんで、その温度で香りを飛ばして旨味を肉の中に入れてあげると、すごくこう、いい状態で味が入るんです。あんまり他でこう味わえないような食感というか味というか、お肉の新しい一面の味ですよね、これが。